皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 今日はシンガポールの駅ぶらり旅の動画です。早速ですが、今回の駅を選びたいと思います。Let's roll! Woodlands North. Woodlands North. まずはウッドランズノース駅はトムソンイーストコースト線、茶色線にありまして、近年ニュースにも何回も出ているので、多分シンガポール人の中ではウッドランズノースといえば、マレーシアではないかなと思いますが、それともその駅の近くにあるポリテクニックのことですかね。この2カ所以外はあんまり思いつかないんですけれどもとりあえず行ってみたいと思います。Let's go! はい、ただいまウッドランズノース駅エグジット2に着きました。で、駅のサインで書いている通り、書いている通りというか書いていなかった通り、この駅付近は何もないです。ウッドランズノース駅エグジット2のすぐそばに、LTA の工事現場があるんですけれども、こちらはジョホールシンガポール RTS の駅を作っています。なのでおそらくこの出口2番は現時点は用途があんまりないので、これからエグジット2で駅に戻り、エグジット1の周辺をブラブラしていきたいと思います。はい、ただいまウッドランズノース駅の出口1番から出ています。で、実は出口1番と2番がすごく近いです。もうあちらです、出口2番。なのでこの出口1番から、ぶらりしていきたいと思います。 Let's go。 ただいまウッドランズノース駅のタクシー降り場の道路から、メイン道路に向かっていますが、やはりこの周辺はまだ未開発のところが多いですね。で、私の左はもう緑か工事現場で、右はコンクリートを保存している場所です。で、この道の先に遠くにある高い建物は実はマレーシアです。ウッドランズではないです。で、この道路を使っている乗り物はもうこの856番のバスと、ほとんど重車両ですけれども、その重車両が運搬しているものもあんまり一箱一箱のものではなく、こういう砂とかコンクリートとかほとんど粉々のものみたいですね。そして私の前に結構厳重な施設があるみたいんですけれども、あそこにウォッチタワー2箇所があるので、おそらく昔の牢屋かもしれないですね。牢屋ではなくリハビリセンターですね。そしたらあまり撮影しない方がいいかもしれないので、ちょっとセンサーかけます。で、この交差点の先にあるのは、あそこにマイクロンというセミコンダクターの製造者と、右側にあるのは工場地区です。あら、青。そしてこの周辺 L 付きの車が増えてきましたですね。目の前に来ている車も L プレート付きです。で、シンガポールにドライビングスクール合計3カ所あります。で、1つはウビ駅に当たった時にカンフォートデオグロードライビングセンターに訪れたことがあると思いますが、その2カ所目はこちらです。シンガポールセーフティードライビングセンターです。で、先ほどもう少しまっすぐ歩きたかったんですけれども、ちょうどその交差点に着いた時にちょっと水滴を感じたので、あと数十分後に雨降るのではないかなと思いますので、ちなみにこんな感じですなのでそろそろそのウッドランズノース駅といえばの2カ所に行ってみたいと思います。
ただいま雨から避難するため、リパブリックポリテクニックに来ました。今日はちょうど、リパブリックポリテクニックのオープンキャンパスです。なので通常より人が多いです。ただいますぐ外にある、サブウェイというファーストフードレストランで昼を食べました。これクッキーです。どうやら今週末、シンガポールでポリテクニックがオープンキャンパスをやっているので、今日は結構にぎわっていますね。で、なぜこの時期にポリテクニックがオープンハウスをやっているかというと、実はポリテクニックは中学生を卒業してから入学する教育機関の一つです。で、去年の年末に、シンガポールの中学4年生の皆さんは卒業試験として GCE 試験を受けました。 GCE O レベル試験の結果は来週に出ます。なので、この期間にこういうオープンハウスをやってどういう学生生活を過ごしているかを、皆さんにお見せしていると思います。で、こちらのポリテクニックはシンガポールの最小そして唯一のプロブレムベースラーニングのポリテクニックです。で、プロブレムベースラーニングというのは、授業を受けて勉強していく方針ではなく、問題解決によって勉強するという勉強方法でシラバスを教えているらしいです。うまく説明しましたかなそしてこのポリテクニックは、結構スポーツサイエンスプログラムが、有名で、結構優秀なシンガポールスポーツ選手がここで卒業していますね。例えばリッピンシューさん、シンガポールで一番有名な、パラリンピック選手ですね。主に水泳です。そして去年結構注目を浴びたチャンティ・ピレイラさんですね。去年いろんな大会で結構記録を更新したりしていたので、ちょっと雨も止んだようなので、早速ですがぶらりを再開しようかなと思います。Let's go。 はい、ただいまウッドランズウォーターフロントパークに来ました。で、この公園の名前を聞いたら、あれ、ここなんか来たことあるようですねと思っている方もいらっしゃると思いますが、以前ぶらり旅の動画でウッドランズ駅に来た時にこの場所を紹介しましたですね。で、当時は確かにコロナ禍のロックダウン中だったので、ここでローカルとマレーシア人が多かったんですし、確かに私も夕日を撮影してみようと思ったらちょっと曇っていましたですね。で、確かにここに来たら多分同じようなことを言ったと思いますが、この向こう側はシンガポールではなくマレーシアのジョホーバルです。あそこのビルはシンガポールのビルではなく、あそこはジョホールバルです。で、このウッドランズウォーターフロントパークにあるウッドランズジェティの左側に見ると2つの国をつなぐコースウェイですね。しかしこのウッドランズジェティの右側を見ると風景が少し変わりましたと思います。なんか見えていますでしょうか。で、右側はシンガポールですね。なんか柱がいっぱい立っています。しかもマレーシアまで立っています。で、この高架橋がずっとシンガポールのウッドランズ側までつなぎます。ちょっと暑いのでちょっと日陰がある場所で話しましょう。このジョホーバルシンガポール RTS の話は、ちょっと長いので、ちょっと概要だけを説明させていただきたいと思います。で、このジョホーバルシンガポール RTS はマレーシアのジョホール州ジョホーバル市とシンガポールの北部にあるウッドランズをつなぐ LRT ですね、電車です。で、1991年にこのアイデアが提案されて、で、両国シンガポールもマレーシアもそのアイデアに同意しましたが、なんと20年後2010年にこのアイデアがようやく実現されて、そして2011年から工事が始めたんですね。しかし2011年から、いろいろなことが起こりまして、特にマレーシア側の方に政治の交代とかバジェット不足の話がありまして、途中にMRT 普通の日本とシンガポールの電車みたいなサイズから LRT というちょっと軽めで乗車量が少なめの電車に変更しましたんですね。そっちの方が安いのでという理由だったらしいです。そして2020年にコロナ禍ということがありまして、工事がまた延期になったんですね。しかし2021年にその工事が再開しましたので、この RTS は2026年に完成する予定です。で、2023年半ばの段階で、シンガポールの工事はもう 50% 完了したようですが、マレーシアの方が、3分の1ちょっとを完成したようですね。なので、目標の2026年に間に合うかどうかはどうでしょうね。
でこの RTS が完成することによってジョホールシンガポールコーズウェイの渋滞を緩和効果が期待されます。そしてこれからシンガポールとジョホール往復の皆さんは簡単に電車で行ったり来たりすることができるんですね。しかもその出国手続きと入国手続きが出発側の通関で一気にするのですごく便利になることが期待されます。でこの RTS 計画が決定した2011年の次の年にこちらのウッドランズノース駅も含めトムソン線も決定されましたんですね、シンガポールで。なのでこのウッドランズノース駅を設計している当初、将来的にその RTS と直接連結できるような設計も含まれています。例えば最初に駅に着くときに皆さんが気づいたかもしれないんですけれども、この駅は普通の駅より余計に大きめですね。はい、ということで、駅に戻りましたので、ここで動画を終わりにしたいと思います。以上、シンガポールの駅ぶらり旅の動画でした。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。